ルイ・ヴィトンのビジネスバッグの意外な感想。こんにちは、大変ご無沙汰しておりますパティーヌブックです。今回はルイ・ヴィトンの、セルビエットというブリーフケースをご紹介したいと思います。こちらは、今から15年ほど前に廃盤になったモデルで、当時価格で、25万円程度した、バッグとなります。この15年でですね、バッグの価格は2、3倍ぐらいに上がってますので、現在もルイ・ヴィトンがこのバッグを販売し続けていたとすれば、60万円程度にはなっていたんじゃないかなっていうふうなものになります。で、販売当時は、ルイ・ヴィトンの、アイコニックなアイテムの一つとされていました。ブリーフケースはですね、今の時代あまり流行らないので、廃盤になったというのもうなずけるところなんですけれども、私はブリーフケースというのは、バッグの中で一番好きですね。ルイ・ヴィトンといえばですね、モノグラムとダミエが、圧倒的に有名なんですけれども、今回は、エピというデザインのバッグになります。エピはですね、麦をイメージした、ルイ・ヴィトンの高級レザーで、フランス語でですね、麦の穂っていう風な意味があるそうです。よくパン屋さんなんかにもね、細かいベーコンが入ったフランスパンが売ってると思うんですけど、あれもエピっていう風に言いますよね。ルイ・ヴィトンのエピは、麦の穂のような模様がね、ここについているということで、名付けられたと言います。でエピはパッと見ではルイ・ヴィトンとわからないデザインなので、比較的人気が薄いんですけれども、個人的には、とても好きなデザインです。このセルビエットは、エルメスでいうところの、サッカーデペッシュのような立ち位置のバッグだと思います。別の動画でも紹介した通り、エルメスのサッカーデペッシュは本当に最高のバッグなんですけれども、こちらのセルビエットはどうでしょうかね。ルイ・ヴィトンは丈夫さが売りの一つでもあるので、ある程度ね、丁寧な扱いが必要とされるベルルッティのようなね、ものとはちょっとだいぶ違くて、丁重に扱わないといけないっていう風なことからは、解放されるのかなっていうふうに思いますね。でこのエピは、レザーなので、本来はメンテナンスが必要なんですけれども、このルイ・ヴィトンのですね、革はかなり硬い加工が施されていて、あんまりメンテナンスしなくても大丈夫ですね。この波模様があるおかげで、多少の傷がついても目立たないですし、とにかく硬いので、普通の革とはちょっと違うと思います。ちなみにですね、こちらはジパングゴールドというカラーで、かつて日本がね、ヨーロッパから黄金の国なんて言われてた時のイメージをモチーフにしたカラーとなっていて、個人的には見た目も好きですし、ネーミングがすごく好きですね。でこのバッグの中はですね、サッカーデペッシュと似た形になってますね。サイズも、大きさとしてはほとんど同じですね。でしかしなんですけれども、サッカーデペッシュの場合は、幅は薄いんですけれども、皮がね、すごくしなやかなので、中に物を詰め込むことが可能なんですね。で一方の、セルビエットの方はというと、このエピがね、本当に硬くて、ほとんど同じ形でしか蓋が閉まらないんですよね。ですので、あんまり物を詰め込むことができなくて、あくまで初めの形状の、バッグの隙間の中に物を入れるというような形になります。でこの幅のことマチって言うんですけど、マチはあるんですけれども、ほとんどね、大きくならないんですね。で、セルビエットは、冒頭でお伝えした通り、現在価格にすると60万円程度と、かなり高級なバッグなんですけれども、中古相場は総じて安いですね。傷みの少ない中古品の場合、3万円とかそれぐらいあると購入できてしまうんですね。で、新品未使用のものであっても、10万円以下で全然買えてしまうんですね。で、これはですね、やっぱり、ブリーフケースの需要が低いことっていうのも要因だと思うんですけれども、正直使い勝手の悪さもあるのかなっていうふうに思います。そしてですね、何よりネックとなるのが、このルイ・ヴィトンの製品はですね、このバッグに限ったことではないんですけれども、内ポケットがですね、加水分解してしまうんですね。で、こちらのバッグも、外観はですね、ほとんど完璧な美しさと言ってもいいぐらい、綺麗な状態を保ってるんですけれども、内ポケットはボロボロになってしまってますね。よくね、ビトのバッグは丈夫なため、長く使えますよっていう風なことは言われるんですけれども、多くのバッグが、大体10年から15年ぐらいで、中が加水分解してしまうんですね。これはですね、ちょっと数十万円もする商品としてはどうなのかと思ってしまいますね。確かに、モノグラムやダミエのね、PVC っていう、高級ビニールですとか、今回のエピっていうのは、すごく丈夫です。ただ、内側の加水分解っていう面からすると、バッグが長持ちするかって言われるとかなり疑問符がつきますね。そのエルメスのサッカーデペッシュの場合は、30年経っても40年経ってもそういうことがないんですね。でそれは、エルメスの場合は、合皮は使わないで、すべて本革を使っていますので、レザーメンテナンス、数ヶ月に1回やるだけで、多分50年でも60年でも余裕で使えると思うんですね。そういったあたりで、やっぱりルイ・ヴィトンとエルメスっていうのは、正直差があるんじゃないかと思ってしまいますね。本当にね、このバッグは、秀逸なデザインで、どこへ持って行ってもね、恥ずかしくないバッグだと思います。それで、先ほど述べたように、中古相場もものすごく安いので、こういうバッグが好きな方にとっては非常にいいんじゃないかなというふうに思います。ただ、物がほとんど入らない割に、
重くて大きいことと、あと内ポケットがその加水分解して使用できなくなってしまうってことを考えると、個人的にはあまりおすすめの商品とは言い難いかなっていうふうに思いますね。今回の動画は以上となります。面白いと思いました方は、いいねボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。これからも、数ヶ月に一度の緩やかなペースで動画更新続けてまいりますので、よろしくお願いいたします。パティングブックでした。さようなら。